皆さんこんばんは、さちです。今回はグラデーションネイルをきれいに仕上げるコツをご紹介します。人差し指に NG な塗り方、中指に OK な塗り方をやっていきます。使うポリッシュは同じだけど塗り方で全然違う仕上がりです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。まずはグラデーションのカラー選びからですが、キャンメイクのファンデーションカラーズやネイルホリックの爪ファンデシリーズが使いやすいです。一度塗りだとほんのり色づく程度で透け感が強めのカラーです。グラデーションにはこういった透け感カラーを選ぶと失敗しにくいです。実際に塗ってみるとこんな感じの透け感で、一度塗りだとほんのり発色して実目が透けるくらいの濃さです。ファンデーションカラーズ以外にもカラフルネイルズの N82 番もおすすめです。こちらもかなり透け感が強めの発色なのでグラデーションがやりやすいカラーになります。お好きな透け感カラーを使ってみてください。透け感のあるカラーでもシロップのようなクリアカラーは個人的におすすめしないです。シロップカラーは左のチフレの115番のようなカラーで、重ね塗りで色は濃くなりますが何度重ねても透けるカラーです。何度重ねても透けてしまうのでグラデーションにしても実目が透けて見えてしまってダサ見えしやすいです。最近よく見るこちらのオホーラの爪強化剤のウォーターシロップタイプも同じようなクリアカラーになります。実際に塗ってみるとかき氷のシロップのように透明度が高い発色です。グラデーションにしても爪の先端が透けて見えるのでダサ見えしてしまいます。シアーカラーとシロップカラーをそれぞれ2度塗りしてみると違いがわかりやすくなります。比較するとシアーカラーの方は重ね塗りで実目が少し隠れてますが、シロップの方は根元の白い部分や先端がくっきり見えてますよね。こういうシロップカラーは選ばない方がいいです。今回はファンデーションカラーズの01番を使いたいと思います。実目が透けるのを防止するために色付きのベースコードを使います。グラデーションは透け感が強いシアーカラーを使うので、色付きベースを仕込んでおくと爪先が透けずに綺麗に仕上がります。シロップカラーの場合はこの程度の色付きベースでは透けを防止できないです。実目が透けないくらいの濃いベースカラーを使えば防止できますが、ベースが濃いとグラデの境目も目立ってしまうので難しくなります。ベースコードを塗ったら3分くらい乾かします。それでは人差し指に NG な塗り方、中指に OK な塗り方でグラデーションを作っていきます。まず1つ目の NG ポイントは液量を調整せずに塗ること。ハケにたっぷり液がついた状態で塗ると失敗します。液量を調整せずにそのまま爪先に塗ってみます。グラデーション1回目は爪先4分の1くらいに塗っていきます。こんな感じで濃く発色してしまって綺麗になじまなくなるし、厚塗りになるので乾きにくくなります。グラデーション1回目の液量はハケの両面の液をさっと落として液がついてるかついていないかくらいで塗ります。実際に中指に塗っていきます。同じように爪先4分の1くらいに塗っていきます。1回目は本当にほんのり色づく程度です。人差し指と比べるとこんな感じで液量を調整した方はほんのり発色ですよね。これくらい薄くならないと綺麗になじまないし、乾くのもかなり遅くなるので液量調整をしっかりやってください。2つ目の NG ポイントは次に塗りたい深さのところから塗り始めてしまうこと。2回目は爪先3分の1くらいに塗りますが、こんな感じで深いところから塗ってしまうと失敗します。ハケにたくさん液を含んでいる状態で深いところから塗ると境目の部分が濃くなってくっきりと目立ってしまいます。まず液量を調整してハケ先4分の1くらいに液を取ったら、塗りたい深さのところからではなく、まずは1回目に塗った範囲に重ねます。そうしたらハケに残った液でさらに深めに塗っていきます。こうすることで境目が薄くなって馴染みやすくなります。人差し指と比べるとこんな感じ。中指は境目が薄くなっていて目立たないですが、人差し指は塗り始めの境目部分が濃くなってくっきりしてますよね。
塗り始めの位置を意識して塗るだけで仕上がりが全然違います。3つ目の NG ポイントは境目を一直線に揃えてしまうこと。1回目も2回目もわざと揃えて塗っていたのですが、境目が揃ってしまうと段差のようになってしまいます。液量を調整せずに塗りたい深さのところからスタートして境目を揃えて塗ってみます。3回目の塗る範囲は爪先半分くらいです。これだとグラデーションネイルではなくてただの段差ネイルになります。まずは液量を調整してハケ先3分の1くらいに液を取ったら、2回目に塗った範囲に重ねてからハケに残った液でさらに深くしていきます。爪が小さい指はハケを縦にして側面を使うようにして境目をジグザグにしていきます。境目を不揃いにするだけでベースとの馴染みが良くなります。人差し指と比べるとこんな感じです。境目をジグザグにした中指の境目は目立ちにくくなってますが、一直線に揃えた人差し指は境目がくっきりと目立ちますよね。ちょっと意識するだけでこんなに差が出ます。仕上げにトップコートを塗ったら完成です。トップコートを塗ったら30分くらいしっかり乾かしてください。完成しました。中指はカラーの境目が分かりにくいですが、人差し指は境目がくっきりと見えますよね。同じカラーを使っても液量や塗り方を意識するだけで仕上がりが全然違うので、ぜひ意識して塗ってみてください。シアーカラーでもなかなかうまくできないという方は、まずはラメカラーを使ってやるのがおすすめです。ラメカラーは失敗しにくいので、初心者さんはラメから試すといいですよ。ハケ先に少しだけ液を取って先端から塗って徐々に深くしていきます。爪先3分の1くらいまで来たらハケの余分な液を落としてハケの側面を使ってラメを散らすように塗っていきます。ラメの場合は最初から爪先半分くらいに塗って大丈夫です。これで3分くらい乾かします。先ほどよりもさらに少なめに液を取って爪先3分の1くらいに重ねます。ラメの場合はこんな感じで2回重ねるだけで完成します。2分くらい乾かしたらトップコートを塗って完成です。ラメグラデはこれだけで完成です。境目が目立ちにくく自然に馴染むので、ラメグラデは誰でも簡単にできちゃうデザインです。今回はキャンメイクの N52 番を使いましたが、N25 番や N115 番など他のラメカラーでも同じようにできます。お好みのラメを使ってみてくださいね。NG ポイントのおさらいをしていきます。1つ目は液量を調整せずに塗るのは NG。しっかり調整してから塗るようにしてくださいね。2つ目は塗りたい深さのところからスタートするのはダメ。少し手前のところから塗って少しずつ深くしていってください。3つ目は境目を一直線に揃えてしまうのは NG。揃っていると段差のようになってしまうのでジグザグを意識して塗ってください。今回グラデーションに使用したカラーはキャンメイクファンデーションカラーズの01番とベースにジーニッシュのネイルプロテクター03番です。最後にご紹介したラメグラデにはキャンメイクの N52 と N82 番を使いました。今回ご紹介したコツを意識してグラデーションネイルを楽しんでみてくださいね。次回はネモフィラの花びらネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。